大森和代のいつもつながっているよ。渡らせトーク。皆様こんにちは。この時間は岐阜県生まれ、スピリチュアルカウンセラーとして活躍されている大森和代さんの心温まるメッセージをお送りする番組です。大森先生、こんにちは。こんにちは。先週から始まりました、今週2週目に入りましたけども、いよいよ2週目です。2週目です。先生緊張されてますか？ちょっと緊張してますが大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。何かこう楽しい番組にしていけたらいいなと思うんですが、そうするためには私たちが楽しまないと、きっと皆さんに楽しいが伝わらないと思いますので、片桐さんも楽しんでください。楽しみます。今日はもうまた黒なんですけど、キュートなお洋服で、頭の上はカチューシャなんですか？カチューシャだけです。そうですか。すごい素敵でキラキラしてるんですけど、そうですね。それで間もなく震災から1年が経つんですけれども、本当ですね。去年の3月11日、私はちょうど3月11日に東京へ出張で、朝出かけたんですね。先生は東京にいらっしゃったんですか？そうです。震災の時間には東京にいたんです。で、前日からですね、ちょっと体に異変がありまして、なんて言ったらいいんでしょうか。体が下からブルブルこう突き上げてくるような感じがですね、前日の夜からブルブル体の中にナマズがなんかこうデッキウナギとかいるような感覚がしてきたんですね。それで私は体がおかしいと思ったんです。で、前日そうなりまして、当日の朝もこうブルブルくるので、なんかどっかおかしいのかなと思いながら、行ってはいけないということかなってふと思いまして、で一人ではなかったもんですから、新幹線に乗ってから行かれる方たちに今日はちょっと東京へ行かない方がいいんではないかということをお話ししてしまったんですけど、でもびっしりスケジュールが組まれてましたので、そのまま出発したわけなんですけれども、でお昼を約束してましたので、お昼の会食があって、会食が終わりで宿泊先のホテルの下で約束をしてましたので、で部屋に戻ったんですね。2時40分過ぎぐらいに部屋に戻ったんです。そうしたら本当に少ししたら急にぐわーっと立ちくらみかなって最初その前日のブルブルがありましたので、ついにこうめまいが来たって思ったんですけど、それが地震だったんですね。でも違うと思いまして、もうビシビシギシギシ言い出したので、部屋が10階でしたので、かなり揺れましたか？すごいです。引き出し全部飛び出してました。それでもう机の下にすぐただごとではないと思ったもんですから、であと以前より首都直下型地震が来るということも聞かされてましたし、それは3月11日だったんですが、その2月に東京講演会っていうのがありまして、で東京講演会の中で、今度来る地震は東北ですと、マグニチュード9ですっていうことを2回も東京の皆さんにお伝えしてたんですね。2月20日ですかね。2月の講演会東京講演会です。でそれでお伝えしてたので、その時に次は東北って、でも東北かもしれないって、それにしてはここがすごい揺れてると思いまして、もうすごい状態でしたので机の下に隠れたんですね。でも机の下に入ったんですけど、机自体が倒れそうなんですよ。で机の足を持ってたんです。机の下に隠れて自分で机の両足を握って、でとか自分が机の下からはみ出しちゃうんですよ。もうなんかこうだから机の足を握って机の下にずっと入ってたんですが、もう5分以上しても揺れが収まらない、もうこれはただごとではないと本当に思いまして、で以前から常に地震が来たらどうしようとかよく考えてる方でしたので、その時も机の下に入る前にバッグを全部持って入ってましたので、携帯も持ってましたので、揺れながら携帯であちこち連絡をしたんですが、どこももうすでに
つながらない状態でした。ドコモとソフトバンク持ってるんですけど、そんな状態でつながらないのでますます不安になりました。でその時に一旦5分以上は揺れてたんですが、揺れが収まったんですね。でその時にまた来ると思いましたので、すぐに部屋のドアだけ開けに行きまして、であとコートと靴をまだ寒い時でしたので、逃げなくてはいけない時用にコートを着て、靴を持ってもう一度机の下に入りましたら、またやっぱり余震が来まして、で結局その日はずっと夜も揺れっぱなし、夜にまた長野でも地震がありましたので、結構それもひどく揺れまして、でも船酔い状態でして、夜は一睡もできず、もう次の朝もうおえっていう感じで船酔い状態で目が覚めたんですね。でももちろんその日も夕方からその会食後も予定が2つ入ってたんですが、それももうキャンセルでなりまして、皆さん足がなくて来れないっていうメールだけはね夜つながったんですね。で翌日もびっしり予定入ってたんですが、その方は長野から来られる方でしたので、長野新幹線ストップしてましたので、来れないということでして、それで私は朝晩高次元の存在の方におはようございますとかご挨拶をさせていただくんですが、震災翌日ご挨拶をさせていただきました時にすぐにここを離れなさいと言われまして、でどうしてですかとお伺いしましたら、放射能を浴びるからとおっしゃられたんです。12日の朝6時ですに、放射能を浴びるからとおっしゃられまして、意味が分からず、テレビでは福島第一原発は大丈夫ですということを言ってましたので、2日間ぐらいもう大丈夫ですだとおっしゃってみましたので、でも分からず、でもそういう高次元の存在のお言葉には従おうって子供の頃からの習慣でしたので、で新幹線調べましたら東海道新幹線は動いてましたので、でただ駅まで行く手段がなくてですね、まだ電車も止まってまして、どうされたんですか？それでタクシーを長蛇の列並びまして、で6時に帰ろうと思ってタクシーに乗れたのが10時近かったですかね、朝の。だからやっぱり4時間後ぐらいですかね。で乗りまして、で東京駅着きましたら、もういつもの東京駅と違うんですね。もうご家族で新聞敷いて、4人家族がみんな新聞敷いて新聞かぶって寝てたりとかですね。で皆さんやっぱり食べるものがなくて、その前日もそうなんですが、揺れてだいぶしましてから夜何か食べなくてはと思って、下にちょっと食べ物を売ってるところがあったので、そこまで非常用エレベーターで降ろしていただいて、で買いに行ったんですが、物が一つもないんですよ。もうすでに物がない状態でした。それであとクレジットカードでお買い物をしようとしてた方がいらっしゃったんですね。帰宅難民の方が下着を買っておられて、でその方がカードを出しましたら、カードは一切使えませんと、すべて今ストップしてますと、パソコンっていうかそういう系統もすべてストップしてまして、カードは現金しかダメですと言われてましたので、やはりねそういう現金も少しはね持ってないといけないなとか、いろんな勉強にはなったんですけれども、でもその当日にもすぐ離れなさいというメッセージ、翌日の朝ですね。ですぐ行動されたわけです。そうです。もうすぐ東京駅着きましたら、もうすごい東京駅が変わってたんですけども、乗れるものに乗って帰ってきました。そしたらその日の夕方です。福島第一原発の2号機が水素爆発をしたというのがその日の夕方ありましたので、もしかしたらこれでね風向きによっては東京も放射能が来ているということだなと思いましたので、私はブログの方にちょっと訴えたといいますか、いろんなことを書かせていただいたんですけれども、メルトダウンもするとはっきり言われましたので、メルトダウンするからっていうことで近くの人は離れた方がいいとかですね、ブログで書かせていただいたりしましたが、私たちはそんな程度で済んだんですけれども、本当にテレビを見て皆さんもそうだと思いますけれども、ここが日本かなっていうぐらい驚きまして、多くの方がね私たちより一足先にね4次元へと行かれましたので、それを思うと残されたご家族も辛いですし、ご本人も辛い、本当に忘れられない日
となっています。3月11日は。そうですね。はい。で、ただ一つですね、はいそのまだ、東日本大震災の方で、はい肉体が見つかってない方が3500人ほどいらっしゃるということをお聞きしてるんですけれども、この肉体というのはやはりどうしてもね、肉体を見つけるまではってご家族の方は思われるかもしれませんが、以前ですね、ちょっとこれは地震ではなく川に洪水で流されてお亡くなりになられた方が直接私に訴えてこられたのは、自分の肉体を見つけてほしくないとおっしゃられたんですね。自分の肉体を見つけてほしくない、もう数ヶ月経ってまして、今肉体を見つけてもらっても、家族は私の思い出が、そのままの思い出で亡くなるということを、その亡くなられた方は今の自分の肉体を見てほしくないということを訴えてこられたので、ご家族の方に少しそれをお伝えはさせていただいたんですけれども、ただご遺族の方としてはやはり肉体が見つからないと成仏できないんじゃないかとか思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではないんですね。すでにもう肉体を離れておられるんですね。私たちはこれ今肉体なんですけど、肉体と同じ姿形の幽体というのがありまして、その中にまた霊体というのがありますので、肉体を脱ぐと幽体霊体だけになってしまうんですね。こちらの渡らせの方にも書いてあるんですけれども、それなった時、いわゆる自分たちのこの意識は今ありますよね。この意識がなくなった後もずっと続いていると、そういう状態でお亡くなりになられても意識はそのままですので、そこに存在してらっしゃるんですね。ただこれを脱ぐだけであってですね、その方はもう脱いだら家に帰ってきたり、家族の近くにおられたりしますので、本当お寂しいとは思いますけれども、その方たちを感じてあげてほしいと思います。さて、ここで先生お知らせをさせてください。先生の講演会のお知らせなんですけども、3月25日日曜日、愛媛県エスポワール愛媛文教会館、初めての四国講演会です。四国初めてです。続いて4月22日日曜日、東京都日本教育会館、一橋ホール、これは東京はよく、そうですね、東京は年に2度ぐらいさせていただいております。じゃあ続いてお願いします。5月13日日曜日、広島県広島国際会議場、続いて5月27日日曜日、愛知県ウィンク愛知、ここは中小企業センターの跡地になりますか。そうですね。愛知の公園ですね。一番近いところですね。そうですね。岐阜からは一番近いところですので、岐阜の皆さんもどうかお出かけください。本当に駅前ですので、先生、近いといえばいよいよ今月渡辺さん第3巻目がボルさんでございますね。そうです。3月19日、一人じゃないよ、みんなつながっている渡らせボル3を発売させていただきます。先週もご案内させていただいたんですが、先週は、名古屋の丸善さんのサイン会ですね、の方のご紹介だけ、3月31日土曜日、名古屋の丸善さんでサイン会をさせていただきます。それに続き東京も決定いたしましたので、東京は3月20日火曜日祝日に、紀ノ国屋書店新宿本店さんの方でまたサイン会を、本当にこの渡らせも、あとあなたこそがメシア渡らせボルス2の方もですね、こちらの紀ノ国屋書店新宿本店さんの方で週刊ベストセラー第1位を取らせていただいてますので、また3もなんて思ってますが、それはわからないですけれども、ぜひ紀ノ国屋書店さんの方にお出かけください。そうですね。こちらも、これがポスターに、これは2冊目の本のポスターなんですが、ちょっと3冊目の本のポスターがまだできておりませんので、今度は黄色をイメージした表紙になりますので、風水的でもいいかもしれませんね。そうですね。大森和代のいつもつながっているよ渡らせトーク、来週もお楽しみに。
皆さんありがとう。来週もまた会いましょう。See you next week. Bye.